こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、さらなるビッグゲストが来るという噂もありますね。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味を持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。そして先ほどですね、現在の仮想通貨市場、特にアルト市場が他と比べて弱い理由を簡単にまとめた動画をメンバーシップの方で公開しましたので、まだ見てない方はそちらもぜひ見てみてください。あと、ここから通常通り海外の状況を見ていきますと、昨日の米国のビットコイン現別 ETF のフローは、全体でマイナス1億ドルを記録しています。ファンドごとでは、フィデリティ、アーク、グレースケールの流出が目立ちますね。これで全体では6日連続の純流出となってまして、連続純流出記録としては、今のところ7日連続が最高記録となってるんですが、それにリーチがかかってます。来週流れが変わるのか注目ですね。あと ETF 関連では、フィデリティがスポットイサ ETF にシード投資があったことを公表しています。フィデリティの関連企業 FMR キャピタルが1株あたり37ドルで12万5000株470万ドル相当を購入したとされています。先日ビットワイズも250万ドル相当のシード投資があったことを明かしてましたけども、それに次ぐ公表となってますね。あとは各社の手数料競争も話題になっています。スポットビットコイン TF の時もですね、各社手数料をどのように設定するのか注目されてましたが、今回のスポット ETF では、まずプランクリン・テンプルトンが 0.19%、バンエックが 0.20% に設定しています。これを見てですね、大手ブラックロックなどがどう出るのか注目ですね。あと他ではスタンダードチャータード銀行がビットコインとイーサリアムの現物取引を提供する予定というのも話題になっています。FX 部門の一部としてロンドンで運営する予定とされています。スタンダードチャータード銀行はですね、アクセスや保管からトークン化や総合運用性までより広範なデジタル資産エコシステム全体で顧客をサポートするという当行の戦略に沿って当行は規制当局と緊密に協力し、機関投資家のビットコインやイーサリアムの取引需要に対応してきたと声明を出しています。毎回超強気の予測を出すスタンダードチャータード銀行ですが、このサービス開始後ですね、どの程度反響があるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在64,300ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米 PMI 製造業が予想の 51.0 に対して結果が 51.7 と、非製造業が予想の 53.4 に対して結果が 55.1、コンポジットが予想の 53.5 に対して結果が 54.6 と、いずれも前回予想を上回る結果となりまして、米ドル高、金利上昇要因となっています。また他のフランス、ドイツ、ユーロの PMI も発表されましたが、こちらはいずれも予想を下回る結果となりまして、各法定通貨安となっています。米国債金利は 4.25 を推移しておりまして、ナスダックが 19,700、S&P500 が 5,476、ダウ平均が 39,150、金ゴールドが 2,321 ドル、日経平均が 38,590 円、ドル円が 159.7 円となっております。ビットコインの先物の方では、OI が全体でプラス 0.1%、額としては333億ドル相当、比率としては全体ではロングが 53.8%、バイナンスミンはロングが 72.7% と上やりになっています。今後の指標としては、6月24日にドイツの IFO 景況感指数、6月25日に米コンファレンスボード消費者信頼感指数、米リッチモンド連銀製造業指数、6月26日にオーストラリアの CPI、米新築住宅販売件数などが控えております。米 PMI の結果から市場全体が落ちてまして、ビットコイン仮想通貨市場もそれに応じて下落した形になりました。ビットコイン強気派の見解未だにですね、下落が長期間続いていることから、ここから反発に向かうとか、強気な見解が出てますけども、ETF の状況を見てもですね、回復の兆しが見えませんし、Google トレンドでもビットコインの検索数が減少傾向にあるのが話題になっています。スポットイサ ETF からですね、アルト ETF が期待される中、市場は非常に冷めてるんじゃないかなと、個人的には思いますね。休日に入りますし、サプライズがない限りは、また来週まで様子見になりそうです。
チャートだけ見たら64,000の攻防を割ってまして、一時63,400ドルあたりをつけてます。ここで止まらなければ、次は62,000あたりですが、夏、秋前まで耐えられるのか微妙な空気ですね。理想としては62,000あたりでヨコヨコして、秋を迎えるシナリオでしょうか。事故が起こらずですね、このままそこにはキープできるのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3,500ドル、BTC 建ては 0.0545 と、昨日よりは強くなっています。先物の方では OI は全体でプラス 0.4%、額としては151億ドル相当、比率としては全体ではロングが 55.9%、バイナスにはロングが 75.1% と上入りになっています。OI も増加して昨日よりはマシになってますが、市場が期待していたほどの強さはまだないですね。米国のスポット ETF も各社が手数料競争し始めたり、着々と取引開始が迫ってるんですけども、盛り上がってる感が未だにありませんね。チャートだけ見たら3,400で大ずつも抵抗の3,600を超えられない位置にいますが、形状的には弱い印象は変わってないです。ETF の取引開始は夏と言われてますが、それまで盛り上がることができるのか注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。米議員らがナイジェリアで拘束されているバイナンス幹部、ガンバリアンを訪問したことが話題になっています。訪問したフレンチヒル議員はですね、私たちは彼がマラリアと二重肺炎を患い、刑務所の環境に苦しんでいるのを知りましたと。彼によると、体重がかなり減ったようです。さらに悪いことに、彼は適切な医療を受けることができていませんと。直ちに人道的釈放を認められ、残りの容疑は取り下げられ、本来の居場所であるアメリカに帰国しなければならないと、釈放を求めています。先日、米議員が動いてですね、バイデン大統領に救済を求めたのも話題になりましたけども、こちらも解決するんでしょうかね。バイナスの BNB は現在585ドル、BTC 建てはプラス 0.2%、時価総額4位ですね。先日 AT 値を更新してから市場とともに落ちてますが、前回 AT 値付近で留まっております。こちらも耐えられるのか注目ですね。あと、ここからアルト関連ですね。レイヤー0のトークンクレームのおかげで、アービトラムの取引量が急増しています。1日あたりの収益は過去最高の340万ドル、前日の2万ドルと比べると150倍以上になってます。レイヤー0のクレームに 0.1 ドルの費用がかかるのも問題視されてましたけど、この盛り上がりを見るとですね、結局みんな払ってるみたいですね。レイヤー0のトークンは現在 2.8 ドル、順調に落ちてます。時価総額は96位ですね。でもまだ100位以内をキープしてますね。あと、アーブは現在 0.8 ドル、時価総額は40位となってます。今週 0.72 ドルをつけまして、上場後最安値を更新してます。L2 でも期待されていたアーブですが、ここで耐えられるのか注目ですね。今日はこんなところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。